この商品にはコードクリップが2つついているので、危ねえ。危ねえわ。はいどうも、ビバです。どうでしょう、この真ん中のモアイ水槽。前回動画でご紹介したんですけど、貝沼産業さんのペンダントランプ S。これを設置した超小型のキューブ水槽です。なんか良くないですか？ミニマルな感じが可愛らしい。横から見るとこんな感じです。前回の動画でもちらっと触れたんですけど、この LED ライトの台座部分、これが 7mm から 15mm の幅まで対応してて、この小さな水槽の 3mm ガラスだとかなりオーバーサイズなんですよね。今回は消しゴムをスペーサーとして設置しています。これでほとんど隙間がなくなって、付属してたネジも外してしまって、スマートに設置することができます。これちょうどいいですね。ライトの位置も若干後ろに下がるので、モアイもライトアップされて満足そうです。前回のレビュー動画では暗いし、設置位置も微妙なのでどうかなって思ったんですけど、合う水槽にはなかなかマッチしますね。今回の動画は LED ライトの紹介動画ではありません。ただ照明関係のあるグッズを買ったので、そちらをご紹介したいと思います。今回購入したのはこちらです。このでかい箱は何かというと、ライトスタンド。エキゾテラさんから出てる爬虫類用のライトスタンドです。エキゾテラというと親ブランドはジェックスですね。ジェックスの爬虫類部門がエキゾテラなのかな。このエキゾテラさんのライトスタンド、商品名がライトスタンドなのか。この商品はライトドーム14センチ、18センチ専用スタンドということで、同じくエキゾテラさんから出てるこのライトドーム、これはライトのソケットになるのかな。こういったものを吊るすためのライトスタンドですね。今回はこれのレビューをしていきます。ではまずパッケージから見ていきましょう。商品名ライトスタンド。グラステラリウム、レプテリアの下にしっかり土台が入り、簡単にケージへ設置できます。ライトドームの高さを簡単に調節できます。土台の位置を変えられるので、ライトの設置場所を簡単に変更できます。高さ調節可能。全体像はこんな感じですね。商品としては商品名の通りライトスタンドです。高さ調節のできるライトスタンド。我が家でライトスタンドというと、前回も紹介したこちらのライトスタンド、今後ろに見えてるこのポール、これが実はライトスタンドなんですけど、こんな感じでかなり高い位置に LED ライトを吊るしています。このライトスタンドは何かというと、Amazon で買ったキャンプ用品です。実は後ほどコメントいただいて、ダイソーでも同じものが売ってるらしいんですけど、ランタンスタンド、これに LED ライトを吊るしています。こちらの商品はクランプ式で水槽台の天板に挟み込んで設置しています。安定性には若干不安があるんですけど、今のところ問題なく使用できています。めちゃめちゃ高い位置から LED ライトを吊るすことができます。もちろん高さ調節も3段階ぐらいで可能です。詳しくは前回レビュー動画上げていますので、動画概要欄からご覧ください。我が家ではランタンスタンドを LED スタンドとして使っているんですけど、ライトスタンドとして使うライトスタンド専用品ですね。こちらの実力はどうなのかということで、早速開封設置レビューしていきたいと思います。早速と言いつつ前置きがめちゃめちゃ長い。じゃあ開けていきましょう。開け口はお尻ですね。ジェックスさんはお尻好きなのかな。ほい。ちょっとこれ重たいな。なんだこの白い箱と、よいしょ。はい、出ましたポール。意外と短いかな。もう一個ポールが、なんだこれはスペーサーですね。こちらは90度にカーブしてるポール。あとは空っぽです。この白い箱は何かというと、すごく重たいんですけど、土台ですね。かっこいいですね。すごい綺麗。さすがジェックスさん。かなり分厚くて重たいプレートです。土台としてはものすごくしっかりしてる。ビバークアは重たいものを持つとついつい重さを測りたくなる。850g。これ重量級ですね。これだけ重たいベースだったら結構重量級のハス38とかライトスタッフ VA もしっかり吊るせるんじゃないかなと思います。そして長さも測っておきましょうか。直線のポールは45センチ。こちらの吊り下げる方のポールは47センチ。だいたい45っていう感じですかね。ここは17センチ。吊り下げは15センチくらいですかね。そして先端部分を見ていくと、なんかね、特徴的なゴムパーツがついていて、
これはですね、ライトドームの引っ掛けるパーツを固定するためのパーツ。一応このライトスタンドはライトドームっていう商品の専用スタンドなので、これですね、このハンガー部分をここに固定する専用品なので、こういったパーツがついています。それとコードクリップ。これいいと思うんですよね。これは外れますね。2つコードクリップがついています。ライトスタンドをつけるときに結構コードがダラーンとなってみっともなくなっちゃうので、このコードクリップありがたいですね。欲を言えばあと2つぐらい、いやあと5個ぐらい欲しかったな。では組み立てていきます。このライトスタンドのベース部分のここですね、穴が開いてるので、この直線ポールのこのシルバーのポッチ、これをここに刺して押し込んで、これで OK。これで固定されます。そしてこっちのネジちょっと外しておいて、ここに吊り下げ用のポールを刺す。ちょっと待てよ。結構スカスカですね。これ大丈夫か？とりあえず刺してプラスチックのネジを止める。一応止まりました。結構ね、パイプ径が違いますね。若干ネジの締め付けが緩いかもしれない。これ調節がフリーでできるんですけど、強度から考えると等間隔に穴が開いてて、そこに差し込むスタイルの方が個人的には安心でしたね。はい、こんな感じでスタンドとポール組み立てが完了しました。ではこれを実際に設置していきたいんですけど、さっきのランタンスタンドの隣に設置したいと思います。これかなり漆黒ですね。この真っ黒スタンド結構目立ちますね。よいしょ。一応これで隠して、ほとんど隠れますね。ライト設置するためのソケットをつけていきましょう。今回使うソケットも前回紹介した Amazon で買った超シンプルなこちらの黒いソケットを使います。個人的にお気に入り。コードが布で巻かれていてベタつかない。中間スイッチもついている。これをどうやって吊り下げるかですね。ひょっとしたらこの先端の黒いやつは使わない方がいいかもしれない。今回みたいに自分でソケットを用意して LED 設置するときはこちらのパーツは使わずに本当に吊り下げるだけにした方がいいのかな？こんな感じで。ちょっと不格好ですね。若干不格好ですね。今横にコードが来ちゃってるので、これはかっこ悪いな。やっぱりクリップあと3個ぐらい欲しいですね。このソケットにはこういった吊り下げパーツがついていて、これ使えばこんな感じでコードを真下に曲げることもできるんですよね。ただちょっとこれだと設置がしづらいかな。どうすりゃいいんだ。ちょうどこれ穴があるのでここに通ればよかったんですけど、サイズ的には通らないですね。悩ましいな。こんな感じ？不格好ですね。あとライトの重さがあるので、コードクリップだけで支えられるかっていうところも不安材料。なんか S 字フックとかあればよかったんですけどね。なんかなかったかな？あったわ。S フック。これ形もサイズもちょうどいいんじゃないか。いやー、なんでこんなのを持ってるんでしょうね。これ使えるわ。これ昔吊り下げスタンドを作った時に買っておいたやつだ。この動画もだいぶ古いんですけど、もし興味のある方は概要欄に貼っておきますので見てみてください。一般的なクリップ式のライトソケットを吊り下げ式にする動画だったので、役に立つ方もいるかもしれない。さあ、これがここにいいですね。よし、なんとか無理やりここに引っ掛けたので、結局これを使う。これを刺して、こんな感じで。いいんだけどちょっと向きが違うな。いや、これ、ちょっと待ってよ。どうするか。これ通すんだったら、これだけでもいいのか。これだけ通して、これを止めて、ここに通す。これでいいのかな？不格好ですね。なんともうまくいかないな。でも形的にはこんな感じですね。今回ライトはこちらのライトスタッフ VA。これ重量級の LED ライトなんですけど、これも耐えられるかな。高さ的には一番高くしますか。抜けちゃった。一番高いとだいたいこんなもんかな。いいですね。実際に設置してみて LED ライトから水槽までの高さ測ってみます。スタンドは一番高い状態にしてます。実際にライトをつけると、水槽台から測りますか。65センチ。LED の照射面から水槽台まで65センチ。ちなみに隣にあるランタンスタンドは95センチ。30センチの差があります。そして一番低くするとこんな感じ。すごい可愛らしくなっちゃった。一番低い状態だと30センチですね。ハス38とかライトスタッフ VA、あとアマテラスとかも同じ感じになると思いますけど、最小の高さが水槽台から30センチ。最大の設置高さが水槽台から65センチ。植物育成系のライト、かなり明るいものもあるので、さすがにこの
高さ30センチっていうのは近すぎるかなと思います。実際つけてみます。スイッチ、オン。これは中の生き物もびっくりしちゃう。これは明るすぎますね。多分一瞬で苔入ると思います。これを高さ65センチ。こんなもんかな？抜けちゃった。こんなもんかな？これが今、高さ65センチ。これでもね、十分明るいですよね。このスタンドだとこれ以上上げようがないので、ちょっと悩ましいサイズ感ではありますね。こっちのランタンスタンドはさらに30センチ高く設置できるんですけど、逆に高すぎると安定性がなくなってくるので、ほんと一長一短っていう感じですね。今同じ高さに吊るしてみました。やっぱり見た目とか安定性はこっちの方が高そうですね。さすがライトスタンド専用品。土台がしっかりしてて重量もあるので、こういった重たいライトを吊り下げても不安になることはないと思います。この高さ調節パーツがちょっと不安ですけど、そしてこっちのランタンスタンドはクリップ式で天板に挟んで止めてあるだけなので、やっぱりちょっと不安ですね。言ってもこれまで倒れたりしたことはないので、取り付け方次第だとは思うんですけど、一応安定感で言うとこっちの方が高そう。やっぱりこのアームの長さですね。15センチ取れるのはありがたい。そしてクリップ式だとどうしても設置場所は制限されちゃうんですけど、こちらのスタンド式だと自由に設置できるのが嬉しいです。今回こういった球状のボトルアクアリウムに設置しているのでちょっと見えちゃってるんですけど、これが四角い水槽とかだったら完全に隠れますね。そうなるとバランス悪いかな。なんかスペーサーとか挟んだ方が良さそうですね。この辺りはアクアリウム用品ではないので若干工夫は必要になりそうですね。今までの説明と重複する部分もあると思いますが、まとめていきましょう。このライトスタンド、本来はライトドーム、こういったソケットの専用品です。今回はアクアリウム用のライトスタンドとして、ライトスタッフ VA と Amazon で買った一般的なソケット、これを取り付けてテストしています。まず、ソケットをきれいに取り付けるために S 字フックを使っています。この S 字フックは商品に含まれないので別で用意する必要があります。おそらく100均とかでも買えると思うんですけど、このパイプに引っ掛けられるサイズの S 字フックを用意します。ここのパイプ径が直径 12mm なので、この S 字フック、この輪っかに12センチのパイプが入るものを選ぶようにしましょう。この S 字フックがあればソケットとライト設置することができるので、汎用的なアクアリウム用のライトスタンドとして使うことができます。アクアリウム用のスタンドとして使う場合にベース部分がネックになってくるかもしれません。今回のように何か板を敷いてその上に水槽を乗っけるのであれば問題ないんですけど、例えば30センチキューブ水槽を置きたいとかっていう場合は、このベースより水槽がはみ出してしまうので、隙間の部分ですね、何かスペーサーを使って土台の高さと揃えるとか、この上に水平に板を設置できるような何かしらの工夫をしないといけません。どうしても爬虫類とかレプタイル系の商品なので水槽に使うことは想定してないと思います。そのあたりは一工夫必要になってきます。実際に LED を設置すると高さは30センチから65センチくらいまでの高さまで自由に設置できます。今回使っているライトスタッフ VA とかはかなり明るいライトなので、最小の高さ30センチだと明るすぎますね。65センチでも若干明るいかもしれない。照射位置が30センチから65センチまでの間でちょうどいい明るさのライトがあればベストなんじゃないかなと思います。この水平になっているアーム部分については長さが15センチくらい、30キューブに設置した場合は真ん中に照らせると思います。それより小さい水槽は水槽の位置を手前に置くとかして調節することも可能です。この商品にはコードクリップが2つついているので、危ねえ危ねえわ。ある程度コードをまとめておくことができます。逆にコードクリップつけてないと今みたいにずるっとライトが落ちちゃうのかもしれないですね。ちょっと今危なかったな。クリップが先端で止まる位置であればそれ以上は落ちないのかな。設置は自己責任でお願いします。というわけで今回はライトドーム専用スタンド、エキゾテラさんのライトスタンドに一般的な電球ソケットを吊るして設置レビューをしてみました。最後にこんなこと言うのなんなんですけど、やっぱり専用品なので一般的な LED ソケットを吊るすのはあまりおすすめできないかもしれません。あくまで自己責任でお願いします。ライトドームだと安定して吊るせると思うんですけど、ライトドームだけで3000円近くしちゃうのでちょっとですよね。一応ライトを吊り下げるという機能面では変わらないので、もし興味のある方は試してみてください。どちらも自己責任です。ポールが倒れたりライトが落下して水槽を破損しちゃったりしても責任は持てません。というわけで今回の動画は以上です。
今後も商品レビューしていきますので、気になる方はチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今回もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではまた。バイバイ。